Excel 中級者からのアクセス入門講座です。よろしくお願いします。今回はですね、VBA マクロテンプレートの2回目になります。前回はですね、Excel アクセスの画面を作っていきました。で、今回はですね、共通のモジュールの中のプロシージャーを作成していきます。で、その中でもですね、ファイルの参照、フォルダの参照を作っていきます。ファイルの参照、フォルダの参照を行うために、ファイルダイアログオブジェクトを使っていきます。で、このファイルダイアログオブジェクトを使うために参照設定を行っていきます。マクロを作るときってだいたいファイルパスが必要なことが多いんじゃないかと思いますけれども、ファイルパスのコピペをするよりはですね、こうやってボタンで選択できた方が簡単でいいんじゃないかなというふうに思います。で、プログラミングも簡単なんで、本当にすぐ実務に使っていただくことができるかと思います。はい、まずですね、必要なのは参照設定になります。ファイルダイアログオブジェクトを使っていくんですけれども、Office というライブラリにあります。Microsoft Office いくついくつバージョンのオブジェクトライブラリというオブジェクトライブラリに入っていますので、これを参照設定を行います。参照設定を行うことでですね、そのライブラリが助けてくれるようになるんですよね。その中にあるオブジェクトを使えるようになります。クリエイトオブジェクトみたいな一元さんみたいな使い方もあるんですけれども、ここの動画ではですね、参照設定を行ってファイルダイアログオブジェクトを使っていくというやり方でやっていきます。でですね、ファイルの参照もフォルダの参照もほとんど同じコードを書いていきます。ファイルの選択をする場合はファイルピッカー、ファイルダイアログのタイプをですね、ファイルピッカーにします。で、フォルダの選択をするときはファイルダイアログのタイプをですね、フォルダピッカーにします。はい。でですね、その中のプロパティなんですけども、今回は3つ使います。まず拡張子なんですけども、拡張子はですね、全部見えるようにクリアを今回は使っていきます。で、アローマルチセレクトでですね、複数選択の設定ができるんですけれども、今回は画面の中で1つだけフォルダを選択しますので、オフにして使っていきます。はい、であとですね、ちょっと便利なのがファイルとかフォルダを参照するときに初期フォルダみたいなのが決まってると楽かなというふうに思います。よく業務でですね、例えばデータがこのフォルダに溜まっていくとか置かれていくよとかいう時にですね、初期フォルダを例えばデータフォルダに指定するとかするとちょっと便利に使えるのかなというふうに思いました。このイニシャルファイルネームというのを使っていきます。で、実際にファイルですとかフォルダが選択されるときにですね、ファイルダイアログの show というメソッドを使います。で、この show というメソッドを使ったときにですね、戻り値がファイルが選択された場合はマイナス1が返ります。で、キャンセルされた場合は0が返ります。これによってですね、ファイルが選択されたか否かというのを判断することができます。で、実際に選択されたファイルはですね、Selected Items という中に入っていきますので、これを取得することでファイルパスを取得することができます。はい、で最後はですね、オブジェクトを開放していきます。はい、ではですね、このファイルの参照、フォルダの参照を共通モジュールの中に作っていきます。でも基本的にはですね、ほとんど同じです。ファイルピッカーにするかフォルダのピッカーにするかっていう違いだけなので、基本的にはほとんど同じプロシージャーになります。ではですね、共通モジュールの中のプロシージャーを作成していきます。
はい、いかがでしたでしょうか。参照ボタンがあるだけでですね、ちょっとぐっと便利になった感じがして楽しいんじゃないかと思います。次回はですね、Excel 系のファイルかどうかをチェックする機能っていうのを作っていきたいと思います。で、よくExcel ファイルかどうかをチェックするのにですね、拡張子をワイルドカードで確認するっていうのもあるかと思うんですけども、例えば XLS 何々になっていたら Excel 系ファイルだとするみたいな感じで作ることもあるかと思うんですが、ただやっぱ CSV は入れたいよなっていうのがあって、 Excel 系ファイルと CSV であれば True を返すような、そんな機能を作っていきたいと思います。はい、ここまでご覧くださってありがとうございました。ではまた。